皆さんどうもこんにちは。桜学院放課後学んでマンデーのお時間です。中等部3年 MC 委員長の黒沢美玲奈です。お願いします。ちょっと今日皆さんちょっと始まりがちょっと違うので驚かれてると思うんですが、今日楽屋に入ったらこんな一通のお手紙が届いておりましたので、ちょっと読ませていただきたいと思います。一体何があったのでしょうか。黒沢へ、桜学院担任森林です。突然ですが今日俺休みます。なので今日の番組の MC は MC 委員長の黒沢に全部任せます。ただあまりに上手に進行されると先生の立場がなくなるので、先生でも手こずる生徒たちを用意しました。それとMC をやるにあたり先生から課題を一つ。番組の中で必ず一つは盛り上がりの山場を作ること。先生も意識してやるようにしていますが、うまくいかないことも多い難しい課題です。でもきっと黒沢ならできるはず。頑張って。レモンサワーを片手に見守っています、桜学院担任森林。ってちょっと先生、レモンサワーって何ですか。飲む気満々じゃないですか。ちょっとしかも何これ、番組の中で必ず一つは盛り上がりの山場を作ることって、ちょっといきなりちょっと難しい問題な。ちょっと緊張させないでくださいよ本当にマジで。どうしよう。まあでも今日はちょっと MC 委員長としてちょっとここは腕の見せ所だと思うので頑張ります。はい、ということですね。はい、今回は私が先生としてやっていこうと思うので、皆さん温かく見守っていただけると嬉しいです。それでは気を取り直して今日のメンバーを紹介しましょう。こちらです。はい、小等部6年の吉田聖子です。よろしくお願いします。はい、小等部6年の藤平かむです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、中等部2年岡崎桃子です。カノと私と来たら、はい、中等部1年の麻生真也です。よろしくお願いします。イエはい、落ち着いて。はい、密着お願いします。はい、密着。はい。存分に見ていただく番組です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。そして今週はミレナちゃんを入れてこの5人ですが、普段の桜学院は他に黒沢、間違えました。いますよ。山出愛子、岡田めぐみ、日高真理、新谷ゆずみ、有友つぐみ、森桃井を加えた合計12人で元気に成長中です。ということで、まずは授業前のオープニングトークです。盛り上がっていきましょう。やばいね。いや今日ちょっとやばい。今日ちょっとメンバー本当にやばいね。どうしたもも、どうしたいやいや、思うんですけど、このメンバーならミレナちゃんは安心できるかなと思って。ちょっと待って。いやでもさ、KYG 3人いるからね。わかるよ。いきますよ。いきますよ。そうなんです。そうもなんですよ、どうも。いきます。何やったの？いきます。はい。そうなんです。はい。私たち。はい。グッドケー。はい、席戻ってください。はい、席戻ってください。
てちょっと楽しかったね。もう手紙の予想以上に超えてきましたよ。めんどくさいメンバーって。もういや優しいです。ちょっとね、久しぶりにはっちゃけられて嬉しいですよ、私はもう。最高です。だってさ、だってね KYG 会ってさ、あの幻の1回だけで終わったじゃん。そうで KYG 会2回目が森先生いない私が先生の時ですよ。なんでこうなるのか、もう神様いたずら好きだな本当に。はい、そんな感じですね。今日はこんなメンバーでちょっと盛り上がっていきたいと思うので、本当に温かく見守っていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。なんかオープニングトーク話したいことない？他に大丈夫？はい、大丈夫。それがですね、はる。これだけです。これだけちょっと KYG 大丈夫？これだけやりたかった？そのために何度練習したことか。超練習しましたよ。そうだね。ちょっと大丈夫そう。ちょっと最初からあれだけど。いやでも本当にちょっと今日はねちょっと先生ということでちょっと私たちメンバーからちょっと離れてたんでよくメンバーのね楽屋での状況がよく分かんなかったんですけど、多分まあすごいうるさかったでしょうね。はい。まあうるさい時もあったかなぐらいかな。ちょっといい感じの。そうよどうだった？この3人。うるさかったね。うるさかったね。はい。じゃあほどほどにうるさくして今日も楽しく参りましょう。じゃあ今日の授業始めていきましょう。日直。はい、起立。気をつけ。礼。よろしくお願いします。あ、最初からもう心配だ。それが私たちなんだよ。はい。じゃあそれではさてさて、じゃあ1次元目始めていきましょう。はい。さていよいよ来週12月1日はですね、今年の大賞とトップ10が発表される流行語大賞の発表の日でございます。それにちなんで今回はこんな企画をご用意いたしました。じゃーん。じゃん。発表桜学院流行語大賞2016。はいということで今回はね事前にみんなにアンケートを取って、そして今年の桜学院の中で流行した言葉をちょっと集めましたので、今日はその中で最も流行った桜学院流行語大賞を今夜一つ決めたいと思います。それではね早速エントリーされた言葉をね発表していきたいと思うので、まずじゃあみんなもこのアンケートに書いた自分の中でとっておきの流行語だと思うものをぜひちょっと書いていきましょう。じゃあそれじゃあ皆さんとっておきのものだからね。じゃあお願いします。はい準備スタート。まあね、考えてたんですよね。いやでもちょっと今日のメンバーは結構もう KYG もいて、そして購買部のソヨもいてって言ってちょっといっぱい喋る子が多いので、ちょっと流行語を生み出す方が多いかもしれませんね。お、みんな真剣にこうやって静かだったらいいのになみんな。はい書いてだよ。もう時間切っちゃうよ。さあ書けましたか皆さん。いやでも本当改めてあの時の森先生が本当に大変だったなって思うわ本当に。じゃあ皆さん書けましたか？書きました。じゃあここで時間を打ち切りましょう。終了。いいよ途中帰ってもいいよ。じゃあ書けた？じゃあカノ書けたみたいだね。書けました。じゃあカノいきましょう。じゃあカノの流行語はこちら。はい。お、これってどういう時に使うのかな？なんか納得いった時とか。納得いった時？共感した時とかなんですか？そうあ、それねみたいな。みたいな。ちなみにこれでさどういう風にあーねっていうの？ねみたいな。みたいな。何これ普段ってこれ結構みんな使うの？普段なんか初めに流行らせたのが桃子あたりで、そのそう後さらちゃんとかゆずとかに広まっていった感じだよね。そうだね。なのに私知らなかったってどういうことなんだろう。やばい。でもねなんかねこれちょっと先生に聞いたらちょっとあーねの言い方がちょっとイラついてるみたいよ職員室の先生たち。静か来た。これ KYG を黙らせる職員室の先生らしいよ。強敵私なんかあーねって言ってる人でちょっとあーねって言ってちょっと顎が出てる人がいらしくて、その顔向かってからこう親指で押したいって人が職員室の先生でいるらしくて。誰だ。怖いあそこにいますよ。でもねでも確かになんかみんな使って
と思ったんだけどみんな私に使ってくれないっていう。ごめん。オッケーオッケー。まあじゃあカノのじゃあ流行語はまあそういうことでじゃあ次いける人いる？じゃあ次発表したいか。じゃあそれか。じゃじゃん。ん、大事なことだから3回言いました。これはね。これは何？これいつ使ったっけこういうのって？桜学院のライブの前とか、一番最初は塩学園合唱部のドキュメンタリーじゃないよ舞台の時にこれを愛子ちゃんそうだねが生み出しました。多分そうです。なんかこれは私たちが夏に行った私修学園合唱部の時の舞台の始まる前かなでみんなで気持ちを一つするために大事なことだから何々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 大事なことだから3回言いましたっていうのねよく言ったよね。これね。それでみんなが一つになるっていう。わかるわかる。それはすごいわかるでしょ。でもさね思ったんだけどさこれってさ3回言う必要あんの本当に？ある。大事なことだから3回言いましたってちゃんと言ってるじゃん。ほらいや思うんだよ私は。大事なことだったら1回言えばみんなちゃんと聞くでしょ。ちょっとでも聞くと思うんってですか。ことは聞かないやっぱ KYG やっぱ3回言わないとやっぱ聞けないのかな。だって KYG3 人いるから3回言わないと。いやそうだよね。絶対モモコとかさもう10回以上さ逆に自分で言わないと絶対わかんないでしょ。やばいやばい。締め方見つけたわ。あでもさこれはさもうさ来年とかからさちゃんと1個ずつちょっと減らせるように頑張ってこよう。そうですね。そうだね。でこれどんどん増えていったら逆にその人も呼び出してそれを100回言わせます本当に。怖っ。私来年上怒ってないの？ねなんかねなんか怒ってない？そんなの大事なことだから1回聞けば絶対わかるはずだからね。でこれ3回も言わなきゃいけないってことで私は納得がいってないわけですよ。愛子ちゃんに言ってみれた。大丈夫かこれ。愛子ちゃんに聞いてみなよ。愛子ちゃんね。愛子ちゃん見てるかな。ちょっと後でこうちょっと講義したいと思いますよ私は。じゃあ続いて参りましょう。じゃあ続いてやりたい人。じゃあそうだなじゃあモモコ。いきます。そうだ。精神統一。はい待ってちょっと待って統一の統の字間違ってる。待ってちょっと待ってください。これちょっと待ってください。精神なんてもこれ目星あるしやばい。これはちなみに精神統一なんですけどママか精神統一大事なことだから3回言いました。待ってミレナちゃん3回言ってる。いただからね本当に精神統一もうねもうツッコミどころで満載で今日疲れる本当に。待ってやば精神統一って読もうこれで。だよね。いいよ。精神統一はこれどういう時に使ったっけこれは。これはもう一回書きましょう。出直してきます。じゃあ出直してきます。じゃあ待ってじゃあその間にじゃあマヤいける？はいこのバカちゃんのね。ごめんねちょっとお願いしますよ。いきます。はい顔がうるさい。わかる。来ました何来たよ拍手してんの顔がうるさい。顔がうるさい。いやこれ絶対流行語でしょもう。ちょっと大丈夫だみんなが引いてない大丈夫？ちょっとわかったよ。生きてますか？そうなんか目指せスーパーレディーの歌詞にもなんだっけ表情がうるさい表情がうるさいわ褒め言葉ですってやつがあってあらららそれのこともあってかすっごい表情がうるさいっていうのがすごい日常的に使うようになっちゃってね。これ1個見つけたんですけどうるさいで表情がうるさいわなんだっけ褒め言葉ですって終わった後にカメラ目線してるんですよ。それ言ってたじゃん。そうそれこの前のロガールで言ったな。それロガールで言ったな。見てない疑惑？見てないあれちょっとももこさん今日ちょっと途中から見ました途中から。ねもうさももこさん見てないんだ。今日ちょっと落ち着いてくださいももこさん。待ってもう頑張れ。書き直したから精神統一してでもねちなみにこの顔がうるさいはですねこの確かに森先生がやってくれた言葉でもあるんですけど最初は私のこの顔がうるさいから始まったんですけどやっぱり
他にもやっぱり顔がうるさい子ってちょっちょいて、やっぱね全体で写真撮る時に「何々顔うるさい」っていうのが結構言われるようになったので、そうだね。確かにわかる。それはわかる。いやこれ決まったね、流行語大賞決まったね。まだ私1個あるんですけど。はい、わかりました。はい、じゃあ桃子最後行きましょう。じゃあかけた字。かけた。よし、じゃあ桃子どうぞ。精神統よし、今かけた。よし、かけた。当てるぞ。はい、ちなみにじゃあこれは精神統一っていつやったっけ、これって。これは集中する時とか、みんなを一つにまとめる時とかに、なんかみんな揃って桜学院みんなで精神統一ってやるんですよ。そうでしょ。やるよね。やったやったやったよね。これってあれだよね、なんかティフのさ、うんうん終わってみんなテンション上がってる時にやったよね、これって。やった絵になってね。そうやったね。なんかこうそのティフが終わったライブの終わった後にちょっと取材インタビューを受けることになって、でそこでちょっとテンションみんな上がりすぎだからちょっと落ち着こうよって話になってみんなで円組んで。なんかないかなって誰かが「精神統一」って始めたからじゃあみんなでやってみようか「精神統一」って言ったら絶対精神統一できないっていう。そう逆にねマイク番号を123456789101112って言うんですけど、それの前に精神統一って言った後にその後にさらちゃんがワンツーワンツー1って言うから絶対笑ってできないっていう。そうさらちゃんのせいだよ。今の伝わりましたか？今の伝わりましたか？めっちゃ難しかったと思いますよ。とにかくみんなで精神統一をするためにやるんですけど、なかなか精神統一できないっていう魔の精神統一なんですけれども、これも愛子が考案した。そうだね。あいこ精神統一系思い出すけど結局精神統一できてなくない？あ、じゃあさ、ちょっと実際ちょっと分かんないふけいさんもいるかもしれないからさ、実際にやってみる。そうだね。やろう。じゃあ私がせーのってやるからみんなで精神統一ね。いきます。せーの、精神統一。です。で、ワン、ツーで始まるんですね。めっちゃシュール。でも何かと結構いっぱい精神統一って結構ちょこちょこ出てきたんですよね。やるね。じゃあちょっと4つで揃ったので、じゃあこの中でノミネートしているものがあるのでしょうか。じゃあここに決まっております。流行語大賞ということで出揃ったので、それではここでこの中で今年の桜学院流行語大賞を発表いたします。今年の流行語大賞はじゃん、大事なことだから3回言いました。ごめんなさい、何じゃあソヨが正解でした。なんかね、3回のね、ちょっとビリってなっちゃった。見えますか？ビリってなっちゃった。ちょっと勢い余りすぎちゃった。ちょっとでもこれすごい楽しいんだけど。ビリって超楽しいこれ。新たな発見。いやでもね、そう2016これが対象になりましたけれども、みんなどう？これ色やばい、桃子積もった。何桃子何がハマりました。ちょっとなんか今ミレナちゃんがこちらですとか言ってめっちゃなんかその勢いよく言ったのに残ってるよみたいなことなんかちょっとごめんなさい。大丈夫か？もういじらないでくれ。私はもう今日いじるともう倒れちゃうよ。私もう今暑いから。ということでこれはじゃあちょっとね、今回ノミネートはされなかったんですけれども、ちょっとみんなのアンケートを聞いてちょくちょく面白いものがあったので、ちょっと私が紹介したいと思いますね。じゃあまずは私がちょっといいなと思ったのがこちら、ショートカットのブス。わかりますか？わかりますよ。これはもうこれわかりますか？これは結構ちょくちょく学院祭とかでもロガールとかでも結構出てきているんですけれども、これは私たちが夏に行いました修応学園合唱部の中でですね、こうちょっとあれかな、メグだっけ、メグかなの役で、そうだね。そうショートカットのっていうセリフがあったんですけど、それをどういう意味で言うのかなって考えて、演出の亀田さんがショートカットのブスっていうのをサラの前でやって一応サラをいじってたんですよ。でもその後にね、ショートカットのブス、いや可愛いよってね、毎回やるんだよね。そうフォローするんですよ。ね、わかる。いやわかるでしょ。でもさ、でもこれは本当私思ったのは、
本当に可愛い子じゃなきゃできないなと思ったんだよね。ぶっちゃけの話。だからもうサラさ可愛いじゃん。可愛いでサラも可愛いから、やっぱブスで言われて可愛いよってなるからいいけど、私とかやったらさ本当にマジでブスだからさ。そういうこと言うの。まだ変な空気になっちゃった。可愛いよ。みなちゃん可愛いよ。ありがとう。可愛いよ。ちょっと顔うるさくなっちゃうからやめて。ちょっと逆効果になっちゃう。でもね、そうそんな感じでですね、まだまだいけますか？じゃあちょっと私がセレクト2を発表したいと思います。セレクト2はこちら。いてこましたのか？素晴らしい。これはね、わかるわかりますか？これさ、どこで出てきたっけこれって？ね学院祭の時のコント。そうね。そうです。ちょっとね、もうソヨの発言なんですけれども、学院祭のコントでちょっと森先生にちょっと反論があって、森先生いてこましたのかっていう反応があったんですけど、ほんとギャップだよね。ギャップいいよね。しちゃうね。そっち時も本当可愛くて。可愛いよね。もうすっごい真似しちゃう。いてこましてるかそうでも自分が真似しても可愛くならないという悲劇。なんかそういう言いたげだけど、なんかある？いてこましてるかな。学院祭の発音が違うかった。そうなの？あでも違うの？ビーっていうやついてこましたろかみたいなわかんないんですけど。そういうことになったんだ。じゃあさ、ここでさリベンジでさちょっとさ本物のいてこましたのかさちょっとカメラに向かってやってみなよ。レモンサワー飲んでるよ。レモンサワー飲んでください。じゃあ行きましょう。待ってね。じゃあ私が決めますから。怒ってるよ。いいよ。せーの、いてこましたろまで3、2、1。森先生いてこましたろか。違うかった。いやいいね。ちょっとももこやっとく？ももこいてこましたろか先生にやっとく？やっちゃっていいんですか？やっちゃっていいよ。本番のやっちゃいますよ。やっていいよ。本番いっちゃいます。じゃあ行きましょうか。ももこのいてこましたろかまで3、2、1。いてこましたろか。滑った職員室の先生からここで聞こえましたね。滑った。もうももこもうさ滑るのやめてくれる？寒くなるから。学園祭で脚本をしたのは森先生ですからね。ちょっとあれはあの時起こったこと。そうだね。そうだね。今は現実。ちょっとももこはね今年なんかちょっと滑りキャラでなってるので。やってあげれば？一曲やってあげれば？まあでね、今滑られたのも見れたし、まあこんな感じで今回の流行語大賞はですね、何度も大事なことだから3回言いましたでなりました。イエーイ！ということで以上発表桜学院流行語大賞2016でした。じゃあスケッチブックいただきますよ。ありがとうございます。はい、それでは休み時間ですね。じゃあちょっと連絡網を見てまいりましょう。みんな見に来ていいよ。行こう。ツイッターを見てみましょう。タンタタンタン。見ちゃいますよ。いやでもいいですね、ここの立ち位置。こうパソコンを操作する。ちょっとももこしたいやってないじゃん。だってよろしく。やっぱリベンジだもんね。そうだよね。やっぱりね。あ、でもふけいさん画面の前で爆笑したわって言ってくれる。あ、やだ滑った。ソヨに落ちましたって言ってくれてるふけいさんいらっしゃいますよ。いいね。いてこまして。いやでも本当にいてこましたろかっていいですよね本当に。ね、岡崎さん、髪の毛がなんかビビヨってなってるという直しますよ。ありがとうございます。オッケーです。オッケー。大丈夫か？なってますか？心配だな。今日のロガール女子会館半端ねえだって。さすが女子。これが私たちで女子会ですか？そうだね。じゃあそんなところでそろそろ休み時間。じゃあ戻ります。先に戻りましょう。先に進みましょう。それではじゃあ続きまして休み時間トークでございます。今回のテーマはこちら。じゃん。森線目安箱。はい。ま
じみ桜学院目安箱はですね、生徒の直してほしいところばかりを告白するんじゃなくてですね、桜学院を良くするためにある箱なんでございますよ。なので今日は本日お休みの森先生について限定でちょっと皆さんに日頃の思いをぶちまけていただきたいと思います。はい。じゃあまず森先生にの目安箱を言いたいとじゃあそう行こうか。よし。いやなんかね、はいわかりました。ちょっと私は焦っておりますので、ちょっとすごい時間がねバンバン進んでいきますよ。じゃあちょっとね、そよも言いたいことありそうだから。はい。じゃあそよどうぞ。はい。森先生まだ指パッチン治ってないです。目障りです。これ前のそよの目安箱でもあったよね。まだ治ってない。これ前の時なんて言ったんだっけ。忘れちゃった。あれだね、先生がね指パッチンをパッチンするんですよ。でそれがそよが目障りですって思い切り突っ込んだんですけど、先生治ってないらしいですよ。ちょっとどういう時してんの、やっぱ先生って。やっぱ教えてあげないと分かんないからさ。ロガールの反省会とかずっとこうやってるんですよ。それはわかる。今度ドキュメンタリー映像に撮った方がいいですよ。それは撮った方がいいですよ本当に。やっぱみんなもやっぱやだ。思う指パッチン。音がする。そう音パがするのね。本当になんかはいわかりました。なんかベテランみたいな感じ。なんかそう今ベテラン感で出て今言いましたよ。ベテラン感で。慣れてますよこれ絶対。でなんか職員室の先生もなんか影響されてなんか結構なってるんですよ。なってますね。なってますよね。なってますね。今もちょっと今指パッチンちょっと他の大人の方もちょっと癖になるのでやめていただけますか、森先生。ちょっとレモンサワーですね。本当です。レモンサワーレモンサワー。じゃあちょっと先生そこ直していただいて、じゃあ続いて参りましょう。続いて言いたいと。はい。じゃあ目力すごいね。かの。目力でいけばいいんだね。目力。じゃあ次目力対決いく。まあいいや。じゃあかのもねちょっと言いたいことありそうだから、じゃあかのどうぞ。いいね、いい、大丈夫、いけてる、いけますから。はい、どうぞ。はい、森先生は意地悪だし、酔っ払いだし、もうなんだろう、飴を舐めてる。待ってまとまりがない。どうした待ってなんか意地悪じゃないですか。意地悪だね。あと酔っ払いじゃないですか。レモンサワー飲んでるね。それで飴舐めてるじゃないですか。飴？それの先生、その飴舐めてるの先生やなの？反省会の時とかになんかパチパチしながらコロンコロン言ってんでしょ、口の中でコロンコロンみたいな。そうかも。森先生ちょっと反省会気抜いてません？ですよね。あれ？気抜いてません？ちょっと指パッチンだの飴だのちょっとコロンコロンやばい。コロンコロン。コロンやっぱちょっとね日頃やっぱみんな思ってることやっぱあるんだね、ちょっとね。じゃあちょっと先生直してください本当にマジで。じゃあ次誰が行きましょう。はい。じゃあどうしよっかな。じゃあマヤ。やった。いやでもね KYJ は結構日頃から森先生に結構ありそうだよね。そうね。まあね。あるね。いやまあね。じゃあ行きましょうかマーヤ。はい。じゃあ森先生の目安箱をどうぞ。目指せスーパーレディーあるじゃないですか。あれの時に整列して名前を呼ぶところがあるんですよ。その時になんか全部言えるとすっごい最後その次の振りで後ろ向くんですけど、その時に森先生がすっごいドヤ顔してきて、それがちょっとイラッとします。それすっごいわかる。今伝えてなかったと思うんだけど、なんか一列になって自己紹介終わった後に移動するんですよ。その後にうちらが後ろ向くと森先生がここにいて、その時にそうなんかやってくるんですよ。わかる。すっごいわかる。でもさあれほんとさムカつくよねマジで。ほんとそれはすっごい思うから、ありがとうございますみたいな。なんかね、そうドヤ顔するのはわかるけど、なんかね、もうちょっと違う顔できないのかなって思う。なんかどんな顔って感じ。ね、ちょっとイ
ラッとしてねそうねでしかもね大体目指せスーパーレディーの終わってうまくいった後のさコントとかのさ一番始まりがさ「俺決まってたよね」って絶対言うよね。そう自慢してくる。いいタイミングで言ってくるんだよね。そうで不敬さんたちに絶対拍手をさせるっていう。いやしなくていいですよ拍手全然大丈夫です。気使わないでいいんだよ。やばい森先生ちょっといろいろ言われてますけれども、はい目安箱ですから。まあでもね私たち的にはねちゃんと成功してくれた方がありがたいわ。ありがたいですけれども、でもねどうや顔がうるさいのかもしれないしね森先生の顔が言っときながらね。あらば、ちょっとじゃあ森先生ちょっとドヤ顔じゃない別のバージョンを今度は期待したいと思います。そうですね。じゃあ最後桃子、行ってみようか。行きましょう。森先生にいや日頃森先生のねなかなか目安箱言えないからちょっとぶちまけちゃって。そうですね。じゃあどうぞ。ロガールで私がなんかその突っ込んだものとか突っ込んだ言葉に言葉をその森先生が拾ってくれなさすぎなんですよ。ちょっと今ごめんちょっと噛みすぎて噛みすぎちゃった何もう一回言っとく？もう一回言ってきましょう。じゃあ桃子の目安箱ダダロガールで私がその誰かを突っ込んだ言葉を森先生が拾ってくれないんです。結構噛んだなんかね日本語下手なんですよ。桃子こっち来て説明していいよ。こっち来て説明していいよ。ちなみにその拾ってくれないっていうのは？なんかその例えば「分かんない面白い」とかなんかそういう感じで言うとするじゃないですか。それでそうで言ってくれるじゃないですか。そしたら森先生がその言葉を拾わずに次の話題に行くんですよ。だからなんか私拾ってくれないんですよ私の言葉を。あれちょっと森先生桃子のやっぱちょっと森先生あれじゃないちょっと桃子を滑る系で行かせたいんじゃない？本当にそうですよね。だってもう一つあれですよ。コントで滑る芸をやらせないでください。ちょっと待ってそれ目安箱に向かって言ってくれる？そうだよ。いきなりここで突っ込まれても困る。待ってちなみにその2個目っていうのはその滑る芸をやらせないでください。でも私もでも私もね滑る系なんですよ顔的にもなんかちょっと顔滑るなんか多分不敬さんも私を滑らせようとなんかいい意味でしてくださってると思うんですけどなかなか寂しいんですよ滑るのが。結構しかも大きい会場だと余計にシーン感がパないんですよ。学院祭のねコントねあれね広い舞浜アンフィシアターでやばいですよ。すごかったよねあれね。あれはね見事待ってじゃあその時のさちょっとギャグやってもらえる？いいよいいよ。ちょっと桃子の滑り芸ちょっと見ていただきましょう。どうせねじゃあ行きますポジティブだから。桃子の芸まで3、2、1分。桃子したいんです。いいよそれだけでも嬉しいの私は。4回しか言ってないけどごめんちょっと滑りすぎて私言葉見つかんないわ。どうしようだってあんまりさ面白くなくない？まあこれはねわかるけど。わかるんかい。でもね桃子は自分のそのギャグとかやっててウケるとか思ってんのちゃんと？それすごい。そうそれすごい思うんだよね。ウケると思ってやってる？だからそのウケると思ってやんないと気持ちが乗らなくて。わかる？なんか自分もこれで超ウケ取るわとか思ってやんないと気持ちが上がんないんですよ。また今回も多分滑るんだろうなとか思いながらやると本当に滑るんですよ。でもそう思わなくてもそうだけどね。でもねそうやって考えてるだけでもねいいんですよ。ちょっちょっと救われる自分にだけど。でもいいですよ。どんどん滑らせてください私に。おお森先生桃子言ってますよ。いやでもね桃子は滑り芸でいいと思うよとか言って。そうなんですかね。
ちょっとももこ納得いってみないみたいですけどまあいいやとか言って私のことなんで。じゃあ2週目ちょっとまだまだいけそうなんでちょっと森先生に対してちょっと2週目いけそうですか。じゃあ2週目やるとおじゃあマヤ AI いいですか。あいいよどうぞどうぞマヤ日常的です。あら日常的じゃあ森先生の目安箱をどうぞ。はい、森先生のメガネの柄をもっと面白くしてほしいです。なんだ。どういうことそれって前的に思うにゼブラみたいに黒白のメガネをこうやってやるかそのメガネの縁にまつげをつけるか。もっとインパクトを出してほしいんですメガネに。最近ねちょっとねそうなんかね普通じゃない。でもまあそれが森先生っていうのもあるけど。待って一応ね森先生って桜学院の担任の先生だからちょっと担任の先生ですからね森先生は担任としてちゃんとね正しい姿勢で臨まないとはいけないとは思うけれどもそう何そうねメガネをなんかからよくしたい。そうなんか蛍光色とかでもなんかリニューアルしてほしいね。なんか色なんか色塗りつけたりリボンとかつけたり。もうそれさ変態だよもう変態だよ森先生の方が変態いやでもねじゃあ例えばさ森先生のメガネとか変えるとしたらさどんなゼブラとか他の以外とかさ何がいい？なんだろうでもなんか面白いなんか印象つくやつ。あれはなんか分かった。なんか2つちょっと候補が上がったのはメガネを丸くして森ってなんかどっかに貼ったらいいと思うっていうのとあとなんだっけ鼻がついてるやつがいいなって思う。絶対似合いますよね。そうなんかどうもみたいなそんな感じのメガネに鼻がついてる。これわかりますか？なんか言葉があれですね私の振った質問が悪かったです振った質問が悪かったごめんなさいねごめんなさいメガネね。とにかく焦ってほしい。泣いてほしい。模様替えをしてほしいです。はい。MC 委員長黒沢ちょっとパニクっております。はいじゃあごめんなさい。ちょっといろいろ森先生についてねちょっと目安箱で吐いていただいたところでじゃあそろそろ2次元目に参りましょう。はいごめんなさいなんか。はいごめんなさいね。ちょっとねやっぱね森先生の偉大さを感じるわ本当に。本当に偉大さを感じるわ。じゃあ続いて。やっと2次元目来ましたよ。2次元目はですね月曜から頑張れでございます。はいこの久しぶりにやるこの授業はですね桜学院の今日のお題っていうのに挑戦していただいて必死に桜学院が頑張る姿をふけいさんに見ていただいて笑顔になってもらうというそういうコーナーでございますね。じゃあそれでは今日の頑張れのお題はこちら吹き矢で綿棒。はいこちらはですねこちらにストローで作った吹き矢をねちょっと準備があれなんですけれどもこれは前の時にもやりましたね。森先生の的に吹き矢でポンとみたいな当てるやつなんでございますけれどもこちらにストローで作った吹き矢に吹き矢で吹き矢にこちら玉にした綿棒をこう刺していただいてこれでふっと吹くというこれですね。こういう吹き矢にであそこにあります森先生のなんか桃子シュタインですかなの森先生の的にこの吹き矢で当てていただいてそれでこれで当てていただくっていうゲームになっております。で今回はこれは当てるだけじゃダメでちゃんと落ちないと得点になりません。で今回は制限時間がありません。ありませんが1人2玉しか手持ちがございません。2つしかございませんのでちゃんと2つで私もやるので2222で全部で10本で10本のうちにこの3つ全部落とせたら今日の頑張れいけるんじゃない？成功でございます。制限時間ないんですよね。でじゃあ順番決めましょうか。じゃあ順番じゃあ前みんな並んで
行きましょう。ちょっともう私もう座ってるところはすごい汗だくだくだわもう。私もじゃあみんなはい吹き矢をどうぞ吹き矢をどうぞ。ありがとうございます。これもう一本ありますか？吹き矢。あ、これじゃあ綿棒取ってって、はい綿棒。形面白くない？ありがとうございます。じゃあこの順番でいいかな？そうだね。で、じゃあここの線でここからの線に出ないようにしてはい吹き矢で回していきましょう。一人2本持った？一人2本。綿棒もらいます。綿棒どうぞどうぞ。ちょっとごめんなさいね。遅れちゃいましたよ。どっち？これさ、一本一本どうやってんの？そうそれで打ったらうん交代でいいんだよね。そう一本打ったら交代でどんどん回っていきましょう。そう頭の先が出るぐらいです。はい、それちょっと待ってね。これ作りたい。ちょっと先が出るぐらい。はいそんな感じです。ちょっと先から出るぐらいでよし、オッケちゃんとこれはねちゃんと吹き矢になってるから。じゃあ大丈夫ですか皆さん準備できた？それじゃあ森先生を3つ落とせるかどうか吹き矢で綿棒よーいスタート。弱っ落としたおすごいさあどうなるんでしょうか。あれはいい1ポイントじゃないですか。いいポイント。よしじゃあ前いけあー惜しい。じゃあ持ち手は2本ですからね。じゃあどんどんいきましょう。あー勢いがいいさあそうよの挑戦です。あれはちょっと立て直していいですか。これじゃあラスト1本ちょっとみんなで頑張って。ー。身体能力いいね。すごいね。身体能力。あ惜しいわかんないなこれ。森線強いなラストもし森線。さあももこ持ち手なくあともうみんな1本ですよ。あー惜しい。さあどんどん回っていきましょう森先生。あー惜しい。どうしよう。失敗ということで、でも3個の的のうち2本倒せましたよ。これはなかなかまあいい結果ですかとか言って。よかった。すごい楽しい。そうだどうだったみんな森先生の的。でもなんかちょっとまたイラッとしちゃったかな。しかも写真がよりによってさあれだからね桃子したいんだからね。そうだね。これあれかなその学院祭が終わった、学院祭の終わった後にみんなで集合写真を撮るときにちょっと桃子が発案で皆さんちょっと桃子したいやってくださいよっていう滑る魔の芸をみんなにやらせてっていう写真ですねあれは。もうちょっとやらせていただきましたよ。なんでこのそれだけだ私は。これだこのなんでこのしたのか分かりませんけれども、まあでもちょっと今回はちょっと頑張れば失敗でしたということで2次元目これで終了しましょう。倒したくなるよね顔が。倒したくなるよねそれね。倒したくなる。じゃあそろそろこんなあんなこんなあってもう帰りの時間でございますよ。はいじゃあ今日は告知がまた盛りだくさんだからじゃあまず告知誰がいきますか。はいじゃあそれお願いします。はいメロディックソルフェージセットが9月17日土曜日発売しました。おはい商品は、はいメロディックソルフェージのミュージックビデオと、トートバッグノートです。はいライブイベント会場およびオンラインショップアスマートの限定商品なので皆さんぜひチェックしてみてください。イエーイさあどんどん行きましょうそして中央学園合唱部の DVD が現在発売中です。これは一つのいい夏の思い出なので皆さんぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はいそして12月25日に冬のひな納め2016がゼップダイバーシティ東京にて開催されます。はいこのイベントにはクッキング部ミニパティそして科学救命機構ロジカが出演するので皆さんぜひ楽しみにしていてください。おおはいそしてそして1月14日に、はい清志龍神ハーレムフェスタスペシャルはいが、新木場読めるかな新木場スタジオコースト
そうね、そうねコーストにてあコースよかったトにてよかった開催されます。はいこのイベントにもクッキング部ミニパティ、そして科学名機構ロジカが出演するので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はーいイエーイそしてそして盛りだくさんだね1月21日に剣部の授業2が来ます来ますイエーイ来ますよ来ますよ皆さんそうですよ。講師は神谷美穂子先生です。はい会場はハマギンホールビアマーレにて行います。はいそして1月22日にインプロの授業があります。はい講師はカモメンタルさんです。はーい会場は同じくハマギンホールビアマーレです。はーい2つとも楽しみにしていてください。はいお願いしますそしてはい11月11日ポッキーの日からポッキー阿波さんにて桜学院の楽曲全119曲が配信中です。119曲もう本当に感動的ですよ。本当に毎日聞いております私。本当ありがとうございます阿波さんもう行き帰りもうずっとね、本当に、もう特にプラネットエピソードを聞きすぎてやばいです。は面白いから。いね皆さんもぜひ11月10じゃあカノ行こうかはいじゃあカノ11月11はい、同じくポッキーの日にはいよりはい LINE ストアにて桜学院 LINE 公式着せ替えが発売しております。おーはい、ぜひチェックしてみてください。はいお願いします次にそして桜学院から今年度のはいクリスマスグッズとしてクリスマスグッズ桜学院2016ジグゾーパズルの発売が決定しています。なんとこれが完成品でございますねすごい誰が作ったんですか？誰が作る職員室の先生かな何や作りたかったすのに。ごいね作りたかったのに。皆さんこれが作れますよでもこれはダバ。いやこれもう保存用とかもいっぱい買ってください皆さんこれこれはやばいね。大きいこれさ飾っときたいよね飾りたい。飾りたい。これは家にいるね。はいいいですねあじゃあちょっとそのままお願いします受付期間は、はい今日の23時56分59分までなので皆さんお忘れずにお願いします。はいお願いしますはいそうですねそれでは今日はそろそろ終了のお時間となってしまいましたはいこの後8時からですねこの後来月の1月にご一緒させていただきます清志隆人さん25さんの今夜もハーレムナイトでございますで皆さんどうぞお楽しみくださいませさあ皆さん今日はねちょっと私が仕切りましたけれども皆さんちょっとどうだったかなでもなんかねうんすごいさすが MC 委員長って感じがして。本ちゃんと仕切れてた。いやすごいなともう思った。ねもう私途中から緊張してもうすごいもうね時間がねもうね早くと思っちゃってもうすごいねもうちょっと焦っちゃいましたけれどもでもよかったよかったさすがミレナちゃん表情がうるさかったよ。よかったうるさかったもっと褒めてもっと褒めてもうねいいよ次進んで。はい次進めはいごめんなさい逆にいや私は逆に本当になんか森先生って本当に何回もさっきも言ってるんですけど偉大だなって本当に思いましたでみんなもそう思うよねやっぱりねそうだね。森先生これからちゃんと大事にねありがたく扱っていこうと思いましたはい、はい、それではここで電話で森先生がつながっておりますよさあどうなんでしょうか森先いや泣いてるよ。いや泣いてるでしょそりゃ。もう番組の中盤ぐらいで評価するとかじゃなくて悪口がきつすぎて泣いてるよ。そんな森先生そんないやひどいで目障りと言われメガネが面白くないと言われ首を拾わないと言われスペイさんの書き込みも同情がすごかったわ。森先生そういう企画だと私たちは思っていたんですけれどもいやそういう企画ではい最後に偉大だとか言われても全然ピンとこない。いやちょっと森先生そんなごめんなさいでも本当にいや
いやなんか本当に森先生がいてくれないと本当に桜学院成り立たないなって今すごい本当私は思ってますよ。はい。うるせえよ。うるせえよって。そんな私は本心から思ってますよ。いやでも、はい黒沢の MC すごい良かった。マジですか？本黒沢の MC はすごい良かったよ。当ですか？嘘。私あれ課題できてましたか？私。課題はね、一個ダメ出ししたいことあります。あ、もうすいません、そうですよね。そうですよね。KYG の対処法、はい。勉強になりました。あ、対処法。KYG の対処法。ちなみに KYG はどうでしたか？ちなみにKYG はいかがでしたか？ KYG は、うん。最初だけ勢いよくて後半ちょっとなんか疲れてたんじゃないかなって思ったけど後輩はイエイイエイイエイいやもう今うるさくなってもう困る。いやでも KYG は、はい。本当に俺への悪口がひどい。悪口がひどいって。でもいや本当に森先生。今日のはい歌声がすごく面白くて、はい。これは本当に1個だけダメだし、1個ここ山場作れるとしたらもう精神純一以外ないですね。なるほど。もう精神純一が出た時点で、あれをもう僕だったら最後まで引っ張り続ける感じかな。これリアルなことを言うとね。先生ちょっと時間がそろそろなのでまた今度またお願いします。すいません。酔っ払いなしんじゃないじゃあ森先生切ります。じゃあすいません。切ります。ありがとうございました。バイバイ。さよなら。切ってしまいましたけれども、いや森先生やっぱ見てくださってたんですね。いや本当なんかいろいろ森先生からちょっと悪口がちょっとひどいとか言われてしまいましたけれども、ちょっとね、これからも森先生は大事ですからね、ちゃんとねみんな正しく接していきましょう。これからは。さすが森先生。はい、じゃあ先生ありがとうございました。じゃあそしてはい今日もそろそろもう終わりの時間なんですけれども、今日も番組の最後に私たちの初舞台塩学園合唱部の DVD のトレーラー映像を見ていただきたいと思います。はい、それでは今日の授業はここまで。日着。はい、起立。気をつけ。礼。ありがとうございました。はい、以上桜学院放課後学んでマンデーでした。はい、じゃあ DVD の振りお願いします。はい、私たちの初舞台、主要学園の DVD のトレーラー映像をご覧ください。